やっほーい、皆さんこんにちは、りんです。今日はもう夏も始まってきちゃって、そろそろ祭りとかも始まってきたりとか、これからやるよっていうところもあると思うので、浴衣に合うような夏のお祭りメイクをしていきたいと思います。だからまずは優しくくるくる撫でて余分な角質を除去していきます。これをすることで化粧水とか美容液の浸透が良くなるのもそうだし、メイク崩れもしにくくなるのでおすすめです。すっごい敏感肌の人はもしかしたら良くないかもしれないんだけど、自分の力で余分な角質が剥がれる力がなくて、結構角質とかが溜まって分厚くなってきやすい、なんか肌がごわつくなみたいな人とかは結構余分な角質が溜まっていきやすいタイプだと思うので、肌にあまり刺激を与えないように優しくしてあげる分にはいいと思います。こういうパッドになって拭き取るタイプもあれば、美容液みたいになってて、それを肌でくるくるさせることによって除去するものもあるので、もし摩擦とかこういう生地、こういう素材が苦手な人とかは台形で除去してあげるのもいいかなって思います。センテラの美容液を塗っていきます。着実に減っていってもうない。これは2個目なので、次で3個目に突入していきたいと思います。お祭りとかお外にしっかり遊びに行く大切な日とかは、メイク前のスキンケアもすごい大切なんですけど、前日の夜のスキンケアが私は結構重要かなと思ってて、いつも結構力を入れてるので、もし次の日崩れたくないよって人がいたらしっかり保湿してあげる。でも油分が多いと結構トラブルにつながっちゃう人もいると思うので、なるべく水分多めに入れてあげて、大切な日に限ってニキビができたりとか、謎にね、肌が反応しちゃったりとかすることもあるんだけど、大切な日の前日は強めの美容液は使わないようにしてて、なるべく大切な日の前日はもう保湿、水分系の保湿をもう重視、もうそれじゃなくて、あとは鎮静とかそういうものをたくさん塗っています。これも結構でもなくなったら困りすぎるので、ストックも買ってあるので、2本目になくなったら突入していきたいと思います。センテラのテカのクリームです。こんな感じ。時間があるときは3分5分置いていただけるといい感じに浸透してくれると思います。テレビで見て気になって買ったら本当にとっても美味しくて、見つけたらもう いっぱいは買ってないけど何個か買ってストックしてあります。こんな感じ、飴みたいになってて、外はねなんか硬いの、飴でコーティングされてて中にグミが入ってるんだけど硬い。グミは結構ハード、固め。味が甘酸っぱくてすごい美味しいのと、周りの飴のコーティングが薄いから噛んだ時にシャシャシャリシャリシャリって言って、それが楽しい楽しい、美味しい。コンシーラーを塗っていきたいと思います。ちょっと赤みがあるところとか小鼻のとこにちょんちょんってで、眉毛のところ、で私はこのウェイクメイクのコンシーラーが肌に合っていたみたいで、結構薄く密着して隠れてくれるし、崩れづらい
っていうところがあって、もし自分に合うコンシーラーがなかなか見つけられてないんだよっていう人は、全然ファンデーションだけでもこんな感じ。そしたら次は17番を使っていきます。ではまずこの17番をワンプッシュしたら、次はとろみもありつつ水分っぽい感じなんですけど、結構これネバネバするから美容液として使うのは水っぽくて浸透が早い美容液が大好きなので、ちょっと肌になじませるのに時間がかかるから美容液としてはあんまり好きじゃないんだけど、角質ケアとして使うのはすごい好きで、結構角質ケアとして使ってたんだけど、ファンデに混ぜてみたら結構良いぞと思って、こんな感じでわかる、そこネバネバやってみるね。こういうちょっとでもスパチュラで結構薄くも伸ばせるので、こういう感じ。結構薄膜にピタって密着してくれる感じがあって、結構いい。スパチュラで塗ってるってのもいいのかもしれないんだけど、で崩れも私的には全然大丈夫だったので、なんかメイクさんが使ってるって聞くとなんかいきなり使いたくなっちゃう。次はチークを仕込んでいきたいと思います。こんな感じのピンクです。コーラルピンクって感じかな。こっちっていうよりはここの頬の真ん中の方に丸くつけすぎてるかも。こんな感じでちょっとやんわり広げていきます。でちょっと眉毛のところに輪郭もこれでシュンシュンシュン。これだとやんわりふんわりここが明るい感じなので、ここら辺にもうちょっとのせていきます。これなんかくっつけられるんだけど、くっつけたらちょっと今離れられなくなっちゃったからこのまま使います。こんな感じの色ですね。かわいい。目の付近、ここら辺に塗っていきます。ちょっとここら辺まで塗るかな。こんな感じのプレストパウダーになってて、パフがついております。おでこ中心にこれも優しくトン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 って、でこの小鼻の周りもちょっとしっかりめに押さえていきます。頬と顎にはやんわりのせていきたくて取っていきます。ふんわりで、このこことか結構私は乾燥しやすいので、こことかは特にふんわり皮脂とか汗がたくさん出ちゃうよって人はこっちでパフパフのせていって大丈夫です。まずここの色を取っていきます。まぶたに塗っていきます。涙袋に塗っていきます。この色を取っていきます。目の際に塗っていきます。で横長に結構外側まで塗ります。
薄く涙袋に塗っていきます。際の方を中心的に。まずここの薄い方を取って目の際に塗っていきます。目尻を三角ゾーンに塗っていきます。そしたら反対側の細い方で濃い茶色を取っていきます。さっきと同じところなんですけど、もっと細く際のところに塗ります。目尻にはちょっと広めに塗っていきます。そしたらここの三角ゾーンに塗っていきます。ここの明るい色を取って涙袋の中心と目の中心の高いところにのせていきます。少し残った色でこの涙袋をなぞっていきます。ビューラーをしていきます。で、根元をキュッキュッて挟んで中間シュッシュッシュッと優しく塗る感じです。そしたら先にウォンジョンユのマスカラを塗っていきたいと思います。綺麗に束感が出て目に光を入れてくれるので、花火見てる時とかって基本花火見てるからさ、その横顔とかそこら辺が多いじゃん、見られることって。そう見られても綺麗にまつげに仕上がると思います。ここら辺はあんまりやらずに、この目の中心を重点的にやります。これでも十分なんだけど、もっと汗とか汗とか皮脂で落ちないようにヒロインメイクのマスカラも重ね付けしていきます。これはでも本当に落ちないリムーバーが必要だから、ちょっと落とすのめんどくさいよって人は飛ばしてもらってもいいんだけど、全然落ちないからすごい好きです。全体的に塗ってちょっと目尻を重点的にで、ここ目の下、ここもしっかりこの目頭の向きに合わせて、反対の手でまぶたをこう持ち上げ、ここを見えるようにしてからこうで、ここにちょっとギュッて差し込んでグリグリってやってうまくいきやすいです。こう上げてギュッグリグリ、最後はここちょっと持ち上げて目尻付近にシュッ流すって感じです。そしたらここの色を取って三角ゾーンに塗っていきます。眉毛を描いていきます。平行にしすぎず、柔らかアーチっていう感じですかね。こんな感じ。ちょっと軽くこれで涙袋をかけます。ロマンドの眉マスカラ10番を塗っていきます。そしたらジュディ・ドールのパレットでシェーディングをしていきます。ここ V、
V からここにつなげるかな。こういう感じです。この砂時計がここに来る感じ。砂時計って感じです。じゃあ輪郭も削っていきます。そしたら今日はこのハニーエルベスのラベンダーのパウダーをハイライト代わりに使っていきたくて、ジュディドールのハイライト持ってる人は全然それで大丈夫です。こんな感じになってて、パウダーだからこのパフも一緒についてくるんだけど、結構ラベンダーで可愛いしカバーもしてくれるなと思ったので、ちょっとハイライトっぽい感じでここにちょん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 で、この羽横顎でこうラベンダーが入ってくることによって木くすみ感が消えるので、透明感を出したいよって人とかも結構いいと思います。なんか私的にハニーエルベスのパウダー、ここのカバーをするのがすごい優秀なので、小鼻とかね。ジュディドールとかってパレットが大きいから、お直しとか持ち運びする時とかにハイライトだけ直したいって時とか結構めんどくさいじゃないですか。だけどこれだと結構コンパクトな感じでパフもついてるし、ハイライトとしてもパウダーとしてもお直しがしやすいなと思って、結構私的に結構いいかも。リピしたいかも。そしたらチークを塗っていきます。さっきはコーラルピンクとかちょっとオレンジ寄りのピンクを塗ったんですけど、パウダーではちょっと青みピンクを上から重ねていきます。浴衣に合った色がいいかなとは思うんだけど、その青みすぎるっていうよりはちょっとコーラルとかオレンジを混ざった方が血色感みたいに出て、じゅわっとした感じでなんかほてった感じ、可愛くなるかなって私は思います。だからビセのアイブロウペンシルをもう一回取って、チンチューとこの鼻のビチューをこう伸ばして、この口角、そしたら忘れてたシピシピのグリッターをここに目の際に塗っていきます。まぶたのとこにもちょっとちょんちょんって、そしたらハートパーセントの04番ラインを唇の周りに塗っていきます。こんな感じ。かわいい。これでも十分可愛いんだけど、もうちょっとツヤツヤしていきたくて、あとちょっと青みすぎるのでちょっとコーラルっぽいグロスを重ねたくて、 P のピーチ 70% を塗っていきます。この内側中心とちょっとここにちょんちょんちょん、忘れてた、最後にハイライトをしたいんだけど、このディオールのハイライトを使っていきます。もしこのハイライトが持ってないよって人がいたら、今回使ったパレットのここの色とかすごいいいのでおすすめです。そしたらまず取って、ちょんちょんちょんと、かわいいと、ここで目頭シュッ、からニコってしてねじると、この高いところ振って離して、全体的に頬の周り、ここちょっと多めに、でこの時に絶対触っちゃダメで、もう乾かして、めっちゃ乾かして、ドライヤーとか冷風当てると結構いいかも。汗でギトギトの人になっちゃいやすい人はここにだけパウダーを塗りたくて、優しくここだけシャンシャンシャンって、
ツヤっぽくなってテカリじゃなくてツヤっていう感じになるのでおすすめです。髪の毛を準備していきたいと思います。じゃーん、できました。最後まで見てくれてありがとうございました。みんなお祭り楽しんでね。